それではやっていきましょう。カスケーダー講座。というわけで今回はグラフエディタの使い方をご紹介しましょう。1、使い方。グラフエディタとは補完内の動きを変えるツールです。例えばこのように速さの強弱を変えたり、反動のような動きを作ったり、跳ねるような動きを作ったりできます。それでは簡単に使い方を見ていきましょう。このように Y 軸に沿って上にスライドするモーションを作ります。補完タイプはベジにしましょう。これら3つのベジタイプ以外だと補完内の動きを変えられません。モーションができましたね。そしたら右上のこちらから、または上のウィンドウタブからグラフエディターを開きましょう。そしたらトランスフォームをクリック。この横軸はタイムラインのフレーム数ですね。縦軸は左にあるこれらのチャンネルの数値を表します。例えば今回は Y 軸の値を上げたので、ローカルポジションの Y 軸のグラフが変化していますね。動かしたいグラフを見つけたら、そのグラフにあるポイントを選択。出てきたハンドルを動かすと、補完内の動きを変えることができます。タイムラインにキーを打つと、ポイントを増やすことができます。V 字のハンドルを選択し、グラフを追ってみましょう。すると、弾むような動きが作れますね。ポイントを動かすことで位置の調整もできます。ポイントをダブルクリックすると、ポイントを全選択できます。これを動かすと、軌道を丸ごと移動することができますね。こちらのアイコンでハンドルのリセット、またはカーブのリセットができます。これが基本的な使い方の流れですね。2、画面の紹介。この画面についてもう少し深くご紹介しましょう。左にあるチャンネルを見て、色の濃いグラフがあればハンドルで動かすことができます。トランスフォームのチャンネルで動かすことができるのは、1、回転、スケールのグラフです。こちらのベーシックの中にあるのは、右のメニューにあるベーシックのものですね。オブジェクトの表示に関する設定を数値で表しています。グラフで見ると、設定が切り替わるタイミングが一目でわかりますね。こちらの青いポイントをオンにすると、オブジェクトを選択解除しても、グラフを表示し続けてくれます。次に、こちらのグラフ画面。マウスホイールでビューの拡大縮小。オルトを押しながら中ボタンをドラッグすると、ビューの移動ができます。一つ注意点として、チャンネルを切り替えたとき、グラフの表示範囲がこのように自動でフィッティングされます。グラフの見た目が大きく変わるので、混乱しないようご注意ください。3、モデルで使うとき。次はモデルで使う場合について。モデルで使うときは、オートポージングモードでは使えません。主にポイントコントローラーモードで使えます。最初の例のように Y 軸を上げるモーションをベースにしましょう。はい、グラフエディターを開きました。そしたら編集したいポイントを選択します。チャンネルがいっぱいありますね。これらは右にあるオブジェクトプロパティにある項目たちですね。パーツの詳細設定なのですが、いじってなければ無視していいでしょう。名前の左に三角のついたものだけを見ましょう。色が濃いグラフを見つけたらそれを動かすという感じですね。メリハリのあるいい動きができました。4、不具合と対処法。このようなグラフに変えてみました。はい、動きはいいですが、足が変になっちゃってますね。これは主にモデルの場合、グラフのポイントでパーツの位置を動かすと起こりがちです。そんな時はオートポージングモードにしましょう。そしたらこちらのポイントをダブルクリックして全選択。次にこちらを押しましょう。すべてのポイントが青くなったら
変なパーツのポイントだけを選択。最後にまたこちらをクリックします。すると自然なポーズに直すことができます。ちなみにパーツが伸びただけの場合、その場合は根元のポイントを選択。R キーを押すと直すことができます。というわけで、今回はここまで。今回はリクエスト回ということで、リクエストくださった方、ありがとうございました。今回に引き続き、次回もリクエスト回をお送りします。それでは次回、またね。